東京は少しは雨になってほしいと願うくらい暑い日が続いています。歩いているとアスファルトから熱がむわっと上がってきて、日の跳ね返りに顔がじりじりと焼けているのがわかります。かと思えば肩や水害に悩まされている地域もあって、同じ季節の中でもこれほど状況が違うのかと驚かされます。雨が欲しいと言えるのは、ある意味とても恵まれていることなのかもしれませんね。皆様いかがお過ごしでしょうか。外に出ている方はもちろん、家にいる方もどうぞ水分をこまめにとって無理をしないでくださいね。部屋を少しでも涼しげに見せたくてこちらを飾ります。アクリルのフラワーガーランドです。夏になると不思議と透明感のあるものに惹かれませんか？雑貨やネイル、サンダルのように光を通すものを身近に置くだけで気分が少しだけ軽くなる気がします。この小さなガーランドも風に揺れるたびにガラスのかけらのように光を散らして部屋の空気を少し涼ませてくれるような存在です。さて、今日は引き続き猫たちに座布団を編んでいきます。そのために購入したものをまずご紹介させてください。前回の動画でも少しお話ししましたが、100円ショップで購入した10号の針、ピンクの透明でキャンディーみたいに可愛い見た目だったんですが、実際に使ってみるとという違和感が残ったんです。最初はこれで十分かなと思っていたんですが、どうにも滑りが悪くて糸が進んでいかない。そこで思い切って購入したのがこちら、かぎ針10本セットです。見た瞬間、綺麗に収まる針を見て心が躍りました。小さなハサミと針もセットになっていて、それを収納する専用の小さなポケットもついています。針の収納箇所一本一本にナンバーが刻まれているので、使う時に迷わずに済む。これならなくなる心配もないですね。しかもとってもコンパクトに収まるので持ち運びにも便利そう。旅行先に持って行って旅館の窓辺とか海の見えるカフェで編み物してみたいななんて、そんな想像まで膨らみます。ゲージを測れる定規までついているのも嬉しいポイントです。ただ道具を買ったということ以上に編む時間そのものが楽しくなる工夫が詰まっている気がします。こちら概要欄にリンクを貼っておきますね。よかったら見てみてください。
さあ、10号針を使っていよいよ後半に入ります。こちら見ていただくとわかるんですが、糸通りがもうスルスルです。手の中で糸が自然に踊っているようで、編みやすいのなんの。これには本当に驚きました。今までの苦戦は何だったんだろうと思うくらい気持ちよく編めていきます。ここまでスルスル進むとストレスがまるで違うんです。あっという間にここまで編めました。道具一つでこんなに世界が変わるんですね。同じ毛糸、同じ編み図を使っているのに、針を変えただけでまるで違う。指先から伝わる感覚も別物です。まるで待ってましたと言わんばかりにスルスルと進んでくれる。ああ、編み物ってこんなに心地いい時間だったのかとさらに思わされます。思えばちょっとした選択が日々の心地よさを決めているのかもしれません。それについてはまた後ほどお話ししましょう。夕方以降はキャンドルやランプなど暖色系の明かりの下で作業をしています。白い蛍光灯の下よりもオレンジ色の光の方が目にも優しくて落ち着きます。こうこうと明るい電気をつけていると体が起きてしまったりしませんか？昔の人たちはろうそくの光の下で編み物や刺繍をしていたからすごいですよね。目に悪くなかったんでしょうか。でも実際暖色系の明かりの下で目を数えながら黙々と進めているとだんだんと眠気がやってくるんですよ。これはおすすめです。寝る前の編み物というのも一つの楽しみになっています。動画内で使っている木製の毛糸ホルダーは毛糸がコロコロ転がって逃げていかないとても便利なアイテムです。編み物をしているとちょっと手を止めた隙に毛糸が床を転がっていったりほこりがついたりしますよね。猫によっては転がすにゃんこもいるんでしょうか。でもこれがあれば糸が一定の位置でくるくると回るだけで落ち着いてくれます。細かいことなんですが集中力を切らさずに済むので助かっています。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、もし気になる方は見てみてください。それにしてもです。こんなに物で生産性が変わることに改めて驚かされました。安ければいい、高ければいいというものではないんですよね。何でもそうですけど、針の角度とか持った時の質感とか本当にごく小さな差だと思うんですが、積み重なると大きな違いになる。日常の道具って暮らしのリズムを左右するものなんだなと実感しています。いい包丁とかも買ってみたくなりました。切れ味のいい包丁を使えばトントントンといい音とともに料理が進んでいく。逆に刃こぼれした包丁だと玉ねぎ一つ切るのに余計な力が入って肩までこわばってしまう。それだけで料理を楽しむ時間から作業をこなす時間へと変わってしまいますよね。同じことがシャープペンシルでも起こったことがありました。
ずっと100円くらいのシャーペンで満足していたんですが、ある時1000円くらいのシャーペンを思い切って買ってみたんです。そしたらこんなに違うんだと驚いたことがありました。ノートを書くことがこんなに楽しみになるなんてと思ったくらいです。語学の勉強をする時もノートに書き込んだり書いて覚えたりもしますが、それすらも楽しみになりました。そんな気持ちにさせたのが今回はかぎ針だったんですが、糸の通りが良くなっただけで手元の作業が踊るように軽やかになって心までも軽くなる。うまくいかないなという小さな苛立ちは暮らし全体を曇らせる雲のようなもの。その雲を取り払ってくれるのがピタリと合う道具なんだと思います。もしかすると暮らしの質を上げる秘訣は努力や根性だけではなく、どの道具と一緒に生きていくかにあるのかもしれませんね。かぎ針一本で暮らしが少し優しくなる、そんな小さな発見が毎日を支えてくれています。仕事や編み物中にも使えるなと思ってクッションを購入しました。クッションとカバーは IKEA で購入しています。ソファーがグリーンなのでそちらに合わせてグリーンのクッションカバーと、もう一つは IKEA で人気のオフホワイトにしました。サイズは 50×50 で揃えています。真空状態で売られているので持って帰るのもとても楽でした。このクッションなんと1つ500円だから驚きです。今まで割とミニマリスト寄りの思考だったので、クッションってどちらかというといらない存在だったんですが、一つあるとないとではこんなに景色が変わるんだなと思いました。このままお部屋の模様替えを進めていきます。When we're old and gray, when our eyes don't see very far away, I'm gonna love you when there's dishes to be done. Oh, I'll scrub, scrub, scrub just to hear you say, I'm gonna love you with the words on my mouth, with the works on my hands. But don't you ever doubt I'm gonna love you with soft little kisses. You'll be my mister and I'll be your missus. Grow, I'm gonna love, love, love. I'm gonna grow, love, grow, love, grow, love. I'm gonna grow, grow. I'm gonna love, love, love. I'm gonna grow, love, grow, love, grow, love.
when your day's been long, when you're stressed, when you're right and when you're wrong. I'm gonna love you by being on time, yeah, 'cause I'll be yours and you'll be mine. I'm gonna love you, said I would, till you ain't God, and he's oh so good. We're gonna grow, grow, grow. We're gonna love, love, love. We're gonna grow, love, grow, love, grow, love. We're gonna grow, grow, grow. We're gonna love, love, love. We're gonna grow, love, grow, love, grow, love. Yep. We're gonna grow, love, grow, love, grow, love. We're gonna grow, grow, grow. We're gonna love, love, love. We're gonna grow, love, grow, love, grow, love, yeah. Hey!さて、前編で編んでいた1枚と今回編んだ1枚を合わせていきます。この瞬間はちょっとした達成感がありますね。ちなみに横では娘がスイッチで遊んでいたりします。家事でも何でもそうですが、さあやるぞと思っても思うように集中できないのが日常。やっと座ったと思ったら、ねえママ、ねえお母さんと始まります。でもそれもまた生活のリズムの一部です。最近は下の子がお昼寝を2時間くらいして、その間お姉ちゃんはスイッチに集中しています。その隙に私も全集中で編み物を進めています。もちろん一緒にゲームを楽しむ時間もあって、テレビを見る時間もあって、それはそれでかけがえのない時間です。お座布団作る。伸びてるね。仲良し。少しずつですが、テレビも姉妹で見られるようになってきて、私も横で一緒に見ながら、その手では編み物を進めていたりもします。気づけば娘の方がポケモンに詳しくなっていて、151匹世代の私にとってはなかなかハードルが高い。だってなんと今はポケモンも1000匹を超える数になっているらしいんです。毎日保育園から帰ってくると、新しいポケモンの名前を当たり前のように口にしていて、
その記憶力の良さに感心せずにはいられません。その線引きを覚えられる柔らかい脳みその間に元素の図鑑でも買って覚えさせようかななんて思ってしまう今日この頃です。先日都道府県のパズルを買ってみたら一瞬で覚えてしまって本当に驚きました。大きくなってからだと苦労することでも子供にとっては吸い込むように入っていくんですね。皆さんぜひ6歳の子供が近くにもしいたら神経衰弱をしてみてください。30代の私は本当に神経が衰弱していきました。本気で勝てないんです。悔しいけれどそれくらい今が何でも覚える黄金期なんだなと痛感します。国旗なんかも一緒に覚え直したらきっと楽しいかもしれません。むしろ私の方が勉強させてもらえるんじゃないかと思うくらいです。最後は糸始末をしてお座布団が出来上がります。出来上がったところで今回はここまでになります。次回はついに猫様にお座布団を献上するという回になると思います。果たして座ってくれるのか、それとも見向きもしないのか、その瞬間を私もドキドキしながら迎えたいと思います。まだまだ暑い日が続きます。皆様どうぞご自愛くださいね。電気代が高いからといってエアコンを我慢したりしないでください。こまめに水分を取りながら涼しいお部屋で一緒に編み物を楽しみましょう。それではまた。